税金の使い方で一番無駄だと思うことって何ですか？人によるんじゃないですかね。一番というのを決められないと思うんですけど、僕は政治家の給料が高い方がいい説結構反対派で、それなりの給料を払わないと優秀な人がやらなくなるじゃないかという説があるんですけど、僕結構間違えてると思っていて、政治家で居続けようとする人というののモチベーションが高くなりすぎるんですよね。優秀な人ってすぐ飽きるんですよ。政治家4、5年やりました。うわ、飽きたってやめるってそんなもんで、政治家をずっとやり続けたがる人っていうのが出てきたときに、それがお金になるよね、利権になるよねってなると、やっぱりそっちの方が強いんですよね。政治家で居続けるメリットがなくなった方が、むしろ何年かやって、こんなもんだよね、ベスト尽くしたからもうええわっていうので、入れ替わった方が良い。給料が高くなると優秀な人おらんってなるんですけど、どなたですか？今、713人国会議員いますけど、優秀だと思う方、360人以上挙げてもらってもいいですか？半数が優秀だよねっていうのであれば、きっと国会議員は優秀なのでしょうと。でもじゃあ、優秀な政治家の人数上げてくださいって言って、300人すら上げられないじゃん。だって360人で半分でしょ？ 740 人だっけ？なので380人ぐらいが上げられるのであれば、半分が優秀だからそれはいいよねってなるんですよ。でもこれが半分上げられないんだったら、優秀じゃない人多いんだったら、別にお金払う必要ないじゃん。だから別にここで一人ずつ安野さんとか名前書いてる人はいますよ。じゃあ、あと299人上げてくださいって話なんですよ。生稲さん上げてもいいですけど、だからあと298人誰ですかみたいな。結局さ、そう、15人ぐらい上がるんですよ。で、この15人ぐらいってね、お金安かったとしても、やってる人の割合結構高いと思いますよ。で、問題なのは、名前も出てこない、例えば100人ぐらいはね、多分政治家の名前みんなわかると思うんですよ。でも、名前の出てこない600人ぐらいの国会議員って、マジで何もしてないやつ結構いると思いますよ。表に出てちゃんと仕事をしている政治家の名前と顔を見るんですよ。委員会に質問してるとか。でも、ろくでもない俗議員の票をもらって、ただ当選しただけで、特に表で何もせず、自分の業界のための文句を言うだけで、偉いポジションにもならないっていう政治家超いっぱいいるんですよ。こっちの人たちは僕は減らした方がいいと思ってるんですよ。なので政治家を減らした方がいいんじゃないか派です。議員定数削減について、長期的には人口などに合わせて議員定数を調整していくべきだと思います。ただ現在の日本の政治状況では、近未来などの小規模政党諸派が当選しにくくなる面があります。実際大阪では定数削減の結果、以前は当選できていた諸派が議席を失い、維新一強となって独裁的な状況が無理つつあるようです。まずは近未来が政治の無駄を減らす仕組みを作ってから定数削減を詰める現実的なんでしょうか。ひろきさんの意見どう思いますか？議員定数を減らした結果、維新によって提案が通らなかったっていう話を言ってる人がツイッターでもちょこっといるんですけど、これ間違いです。結局、諸派が言ったとしても、維新が過半数を持っているというのは、議席が増えようが減りようが変わりません。例えばじゃあ、8割の議席を維新が抑えています。諸派で 2% だけ支持のある人がいたとしますと、8割を維新が抑えています。で、2% 分別の議員が受かりました。多数決しました。維新の勝ち。で、これが議員の定数がもう10人しかいません。8人が維新。で、2人は別の人で、その 2% の意思を反映する議員は生まれませんでした。で、多数決やりました。どうなりますか？維新が8割なので勝ちます。一緒です。なので、基本的には、有権者が誰を投票するかというので決まるので、議員定数が減ったとしても、結局もともとものすごくレアな意見の人たちを集めて、じゃあ 2% とか 3% の人たちを集めて、それで何とかしようという大きな動きというのは変わりません。なので 2% とか 3% とか 4% とか 5% ぐらいでの支持でたまたま一人議員を作れましたとしても、過半数に至らなければ変わらないので、そういう意味で大枠の動きというのは変わりませんと。チーム未来をいろんな諸派がいた方がいいよねの例として出すのは間違っていて、そんなやつは今までの歴史で一つもありませんでした。チーム未来とチーム未来安野さんっていうのがすごい特殊な人たちで、政党を作って政党交付金と文書費とかのお金を使ってシステムを作りますって言ってそれをやってるというすごく珍しい得意な例で、僕の知る限りそんなことを言ってる政党今まで一個もありません。基本的にはそういう諸派の人たちっていうのは、じゃあ政治家になってでその後政党交付金をもらって法案も出さずにダラダラと暮らしています。少数政党でちゃんと法案作って出したとこって
ってある？ 10 人議員がいないと法案出せないっていうのもあるんだけど、とはいえ別に法案作ることができる人数の秘書はついてるんですよ。政治家って公設秘書っていうのが3人まで認められていて、文書費だったりとか調査費だったりとかで法案を作るためのコストをちゃんと秘書だったり雇って作ってくださいねっていうシステムなんですよ。でも結局少数政党ってさ、法案作らないじゃん。で、法案作ってるのでいくと、維新も維新案とか、国民民主も国民民主案とか、立憲も立憲案とか、共産党も共産党案とか作るんだけど、令和って法案作ったことあったっけ？僕が知る限り NHK 参政党チーム未来は法案作ったことないと思うんだよね。令和も作ってないよね。少数の人たちの社民党とか最近はもう法案作ってないと思うんだけど、結局法案作らないんだよね。そこにじゃあ公設秘書3人作って文書費出して調査費年間700万だっけっていうのを払ってたとして、法案作んないんだったら別にいらねえじゃんっていう話で、っていうのなので、法案をちゃんと作るんだったら、その法案を作る費用という形で出すんだったら僕はいいと思うんですけど、法案作らない人たちにそういう費用を出すんであれば、それは削減してもいいんじゃないかなと思う派閥です。お金もらうだけで法案作成には使ってないということですね。政治家がよく先生と呼ばれるのはなぜなのでしょうか。もともとは議員や政治家が国民にとって究極的な潜在やお判であるべきだという背景なのでしょうか。それの単に関連的な文化なのでしょうか。広くさんの視点から先生という故障の影響や政治家がそれをどういうかしらご記載です。先生と呼ばれると喜ぶ頭の悪い人を先生と呼ぶというのを周りの組織人がやっているというのを分かってない人が先生と呼ばれて喜んでいるっていうパターンになります。言い方は悪いかもしれないですけど、漫画家って先生って呼ばれるんですよ。編集の人に。講談社とか集英社とかって入ってる人って、基本的には有名大学卒の頭のいい人なんですよ。で、漫画家の先生と呼ばれる人たちって、高卒とか中卒とかっていう人たちなんですよ。そいつらをおだてて喜ばせるにはどうすればいいかっていう時に、先生と呼ぶなんですよ。学校の先生は先生という職業だから、まだ先生と呼ばれるのは理解可能なんですよ。国会議員も先生ではないんですよ。でも、バカだから先生って呼ぶと喜ぶんですよ、国会議員って。先生と呼ばれて喜ばない、あ、俺バカにされてるなって分かる国会議員の人もいるんですけど、多くの国会議員の人って、ちやほやされたい、有名になりたい、俺すごいって言われたいっていう自己承認欲求で結構なりたい人がいるので、先生と呼ばれると喜ばれたりするんですよね。なので、あ、こいつちょろいなっていうので、先生って呼んどくと割と喜ぶっていうのがあって、なので無難に先生と呼ぶっていうのがあるんですよ。他に先生と呼ぶパターンでいくと、作詞家作曲家もね、結構先生って呼ばれるんですよ。音楽の歌詞書くって別に学歴関係ないじゃん。別に何か教えてるわけでもないじゃん。だから、大体ね、学歴低いんですよ。なので、そういう人に先生という肩書きをつけると、喜ぶっていうのがあって、作詞家とか作曲家とかの作家系ね、小説家とかも、とりあえず先生って呼ぶっていうのをやって持ち上げると、簡単にコントロールできるっていうのがあって、なので基本的には、先生と呼んでる人と呼ばれてる人っていうのは、こいつバカだなっていうのが分かって言ってるってのがあるんですよね。僕たまにね、人を先生って呼ぶんですよ。何々さんって呼んだ後、呼ぶパターンと、同じ人に対して何々さんって呼んだ後のリアクションと、何々先生って呼ぶ時の相手のリアクション見るんですよ。あ、リアクション変わるなっていう時は、あ、こういうタイプねっていうのがわかるので、僕先生と呼ばれてる人の場合は、とりあえず先生っていう時と、さんっていう時の両方を使うんですよ。でね、成田さんはね、学校の先生なんでね、成田先生なんですよ。本当に先生を先生って普通に呼ぶのはあるんですよ。小中高の教職やってますって人は普通に先生って呼ぶんですけど、両方の呼び方をね、使って、この人どっち側なんだろうっていうのを割と確認するっていうのやるので。西田さんはだから僕西田さんって、でもね、西田先生はね、確かね、何回か言ってると思うんですよね。西田さんって言ったり、西田先生って言ったりっていうのを使い分けて、でも西田さんはね、あんま変わんないですね。どっちで言ってもリアクション一緒ですね。っていうテストをちょこちょこやってたりします。学校の先生はね、仕事が先生だから別に先生っていうのはいいんですよ。はい。持ち上げると喜ぶような人っていう、プライドが高いけども実態というよりも評価されているという承認欲求が高いっていう人は割と先生と呼ばれたいっていうのがあったりするんですよね。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。